今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて、今日のテーマはこちら。日本人が毎日使うけど外国人には難しい口癖。前回日本語が上手な外国人ほど知っている言葉というテーマを挙げたところ、結構ね皆さんからの反響がよくいろいろな方に見ていただいたので、今日は、その続編ということで、日本人が毎日使うけど外国人には難しい口癖を紹介していきたいと思います。多分ね、中には教科書には載っていないすごくね微妙なニュアンスの言葉があると思うので、ぜひね最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。それでは行きましょう。一つ目はちょっとです。ちょっとは日本語学習者がおそらく最初に混乱する言葉の一つですね。本来は少しという意味ですが、日本人はそれ以外にもたくさん使います。ちょっと待っててとか、それはちょっととか、今日はちょっと難しいですとか、ちょっと考えます。特にそれはちょっとはね、もうほぼ断り文句ですね。やっぱり日本でははっきりノーとは言わずに、柔らかく断りたいときに使われます。この言葉をよく使う人はですね、やっぱり優しい人とか、空気を読む人とか、相手を傷つけたくない人が多いですね。逆に、かなりストレートな人は無理とか、嫌とかできないっていうふうにね、はっきり言うことができるんですけど、それができない人はね、ちょっとなんていうのかな、自分の気持ちを表すときに、ちょっと難しいですとか、ちょっと厳しいですっていう感じでね、はい、クッション言葉として使われることがあります。はい。そうなので、ちょっと待ってば全然ネガティブな意味じゃないんだけど、それ以外で使われるケースでは時々断りたい時に使うケースがありますね。それはちょっとは特にね皆さん覚えておいた方がいいかもしれませんね。はい。はい。2番目、なんか。これはね前回も、出てきたかなと思うので復習なんですけど、なんかはやっぱ日本人が会話の中で本当によく使う言葉ですね。なんか今日疲れたとか、なんかあの人優しそうとか、なんかわかるとか、なんか違うとか、はっきり理由は説明できないけど、感覚的にそう思うときに使います。日本人は全部をね、論理的に説明するっていうよりかは、なんかとか、ちょっととか、微妙みたいなね、曖昧な言葉を使うことが多いですね。この言葉をよく使う人は、比較的感覚派が多いのかなと思います。またね、ちょっとふわっとした話し方をする人とか、優しい人とか、または少し自信がない人に多いですね。逆に理系タイプとか論理的な人はおそらくね、つまりとか具体的に言うととか結論から言うとっていう言葉を使いやすいかもしれません。はい。3つ目はすみませんです。すみませんは英語のソーリーだけでは説明できません。謝るとき、それからレストランですいませんと言って店員さんを呼ぶとき、それから、駅で人がいっぱいいるときにすいませんちょっと通りますすいません、人の前を通るとき、それからすいませんこれ一つくださいと言ってカフェやレストランでお願いするとき、
だから、本当にすいませんでしたと言ってね、お礼を言うときです。全部すいませんでできます。なので、日本人の中にはですね、誰かに親切にされた時でも、ありがとうございますだけではなくて、すいません、ありがとうございますということがあります。これはわざわざ私のために時間や労力を割かせてしまって申し訳ないという気持ちが入っているからですね。個人的な意見としては、この言葉をよく使う人はすごくね、真面目な人とか、礼儀正しい人とか、気を使う人とか、特に日本人女性とか、接客業をしてる人はかなり多く使うかなって思います。そして4つ目は、まあです。まあはね、かなり便利なクッション言葉ですね。まあそうだねとか、まあいいんじゃないとか、まあいろいろあるよね。これも強く肯定もしてないけど、否定もしてない。ちょっと距離を置きながら柔らかく話すときに使うかもしれませんね。日本人はやっぱりはっきり言い切ることを避ける人が多いので、まあを使って会話を丸くしています。この言葉をよく使う人っていうのは、落ち着いた人とか、大人っぽい人とか、争いが苦手な人とか、逆に感情的な人とか、テンションが高い人はあんまり使わないかもしれませんね。はい。そして5つ目。ていうかは、というかから来てるんですけど、話題を少し変えたいときや、自分の言いたいことを強く出したいときに使います。ていうかそれよりさ、とか。ていうかなんでそうなったのとか。ていうか普通にすごくない？相手の話を完全に否定するわけではないんですが、いや、その前に私はこっちが気になるという時にね、よく使いますね。この言葉をよく使う人は、おしゃべりな人とか、友達との会話が多い人とか、テンポよく話す人かもしれませんね。少し若い人っぽい印象もあります。そして6番目は、確かに。確かには日本人の会話でとても便利です。私もよく使っているかもしれませんね。例えば、確かにそれはそうとか、確かにわかるとか、確かに高いよね。まず相手に共感してから自分の意見を言うときによく使います。日本人は最初から否定するよりも一回受け止めてから話すことが多いかもしれませんね。確かにねって言った後にちょっと自分の意見を言うみたいな。そう、確かにあなたの意見はよくわかるけどとか、確かにそれは事実だけど、私はこう思うよっていうのを、伝えるときに使うかもしれませんね。そう。やっぱこの言葉をよく使う人っていうのは協調性があるとか、相手を立てたい、自分の意見を尊重したいみたいな感じかな。相手を立てたいとか、あとは会話をスムーズにしたいっていう方が多いかもしれませんね。はい。7番目は、これちょっと海外でもあるのかな？ちょっとわからないけど、日本では少なくとも、いや、でもですね。この口癖はですね、ちょっと、あんまり良くないかもしれないですね。はい。日本人は相手をいきなり否定するのが苦手なんですけど、時々、いや、でもが口癖になっている人がいる気がしますね。はい。海外の、英語のいやとかでもに比べると、少し、柔らかい雰囲気はあるんですけど、ただ、このいやでもが、いつも、自分が何か言ったことに対して、いつでも
いや、でもって言ってくる人がいると、ちょっとめんどくさいなって思いますね。使い方としては、新しいこのプロジェクトをみんなで一緒にやってみましょうとか、これから私は、日本にね、留学するために、毎日日本語のポッドキャストを聞いて頑張って勉強しようと思うんだけど、一緒に勉強しないとか、そういうふうに言ったときに、いや、でも、ポッドキャスト聞いたって何にも意味がないよとか、いや、でも、そのプロジェクトをやっても意味がないと思いますとか、そういうふうにね、相手をというか、ちょっとやっぱり日本人の中には、すごくね、真面目な人が多いので、社会のね、ルールとか、社会の秩序とか、常識的に考えてとか、そういうことだったりとか、あとはデメリットとか、そういうね、固定観念とか、そういうものを、瞬時にね、考えて、反対意見を言いたくなっちゃう人がいるんですね。個人的には、やっぱいい意味で言うとこの言葉をよく使う人っていうのは、自分の意見を持っている人とか、議論が好きな人とか、友達とね、たくさん話す人ですね。ただ、私の会社の元上司も言ってたんですけど、人間として最初にね、相手の意見を否定しに行くっていうのは、あんまり良くないよね、とか、将来、いろいろな、チャンスがあるとしても、そういう口癖だとなかなかね、チャンスをつかみづらいんじゃないかっていうふうに言ってたこともあるので、皆さんはこのね、口癖はあんまり使わない方がいいと思います。もし今、いや、でもを使っちゃってる人がいるとしたら、今日からね、少しずつやめていきましょう。はい。はい。続いて8番目。なるほどです。なるほどは I see に近いですが、それだけではありません。なるほど、そういうことか、とかね。なるほどね、とか。なるほど、面白い、とかね。相手の話を理解したときとか、納得したときに使います。ただ、場合によっては、本当にね、納得していないで使っているケースもありますね。なるほどねって言うと、自分はその意見に対して賛成してないんだけど、ちょっとね、外側から評価しているというか、なるほどね。interesting っていう感じかな。そういうちょっとニュアンスもありますね。目上の人に対して使うと少し偉そうに聞こえることもあるので、会社とかでだったら勉強になりますとか、そうなんですねの方が自然かもしれませんね。ただこの言葉をよく使う人っていうのは、やっぱり知的な人とか、話を聞くのが上手な人とか、落ち着いた人かもしれませんね。次、9つ目は、すごいです。日本人は本当に何でもすごいと言います。すごいとか、すごい綺麗とか、すごい可愛いとか、すごい人だねとか、すごい雨。感動した時も、驚いた時も、ただね、大きい時っていうのも使いますね。外国人の人は amazing とか great とか beautiful とか使い分けることが多いかもしれませんが、日本人はとりあえずすごいで、済ませることも多いですね。この言葉をよく使う人は、リアクションが大きい人、感情表現が豊かな人、そしてね、若い人かなって思います。ただね、すごいはかなりね、万能なので、どんな場面でも使えてしまうんですけど、すごいだけを連発していると、ちょっとね、なんていうのかな、頭が悪そうに見えてしまうので、
あんまりね、連発しない方がいいかもしれませんね。すごい、やばいだけ言ってるとちょっとね、この人大丈夫かなって、日本人同士だったらちょっと思うかもしれないので、海外の皆さんが日本語を学習する上では、すごいとかやばいとかたくさん使ってもらっても大丈夫なんですけど、もしね、すごいばっかり言ってる女性とかがいたらね、ちょっとね、この人大丈夫かなって思ってもいいかもしれませんね。はい。冗談ですけどね。はい。はい。そして10番目。かわいい。特にこれ女性ですけど、日本人は本当に何にでもかわいいと言います。そう、かわいいはキュートじゃないんですね。かわいいなんです。例えば、猫とか、あとはカフェですね。このカフェかわいいとか、それから、この電車かわいいとか、このちっちゃい消しゴムかわいいとか、この神社かわいいねとか、このお菓子すっごいかわいいとか、佐藤さんのおばあちゃんってすごいかわいいねとか、その方言かわいい、いいなとか、鎌倉ってかわいいね。そう、全部かわいいで表現できちゃうんですね。海外だとビューティフルとか、クールとか、プリティとか、キュートとか、コージとかね、そうやって分ける場面でも、日本人はかなり広くかわいいを使っている気がしますね。この言葉をよく使う人っていうのは、感受性が高い人とか、優しい人とか、あと日本のカフェとか雑貨が好きな人かもしれませんね。特に女性はかなり頻繁に使いますね。はい。ということでですね、ちょっとまとめるとですね、日本人の会話では正しいかどうかよりも相手がどう感じるかが重視されることが多いんですね。これは個人的には、日本がヨーロッパとか中国とかの大陸の文化に対して島国の文化なので、やっぱり島の中ってもしもここから逃げたいと思っても逃げられないんですね。やっぱりその中のコミュニティの中でどううまく振る舞って仲間外れにされないようにみんなと仲良くするかっていうのがすごく求められるんですね。多分大陸文化だったら別のとこに引っ越そうってなる、そういう発想になると思うんですけど、日本は島国なのでやっぱり相手がどう感じるかをすごく重視します。なので、英語とかもしかすると中国語もそうかもしれませんが、そういった言語のようにストレートに No とか、I disagree というふうに言うよりかは少し柔らかく曖昧に、相手の気持ちを考えながら、話す傾向がありますね。なので例えばはっきり断らずにちょっと今日はと言ったりとか、まず共感してから確かにねでもさと言ったりとか、自信がないときはなんかとか多分と言ったりとか、相手をね否定しすぎないようにいやでもと言ったり、強く言い切らずに、空気を残すっていうことを、してきましたね。はい。こういう話し方っていうのは日本人がおそらくね昔から大切にしてきた、和の心とか空気を読むとか本音と建前にも関係しています。もちろん全員がそうではありません。すごくはっきり話す人もいますし、若い人はストレートな話し方をすることも増えてきたと思います。でも日本語を勉強している皆さんがこういったね日本人の口癖を理解すると、日本人の会話が一気に自然に聞こえるようになるかもしれません。とで皆さん、日本人が毎日使うけど外国人には難しい口癖はいかがでしたでしょうか。知っている口癖はありましたか？または初めて聞く口癖もありましたか？ぜひねコメントで教えていただけたら幸いです。ということで、また次のポッドキャストでお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。